死体に思いを馳せ、一緒のベッドに入って夜を過ごす、そんな異常な感性を持った連続殺人鬼がいたことをご存知でしょうか。イギリスで5年の間に15人以上を殺害したデニス・アンドリュー・ニルセンという男。被害者は全員若い男性ばかり。実は被害者のそのほとんどにデニスは恋愛感情を抱いていたというんです。そしてデニスの異常性は我々の想像をはるかに超えたものでした。なんとこの男、死体をベッドに寝かし、一夜を共にしたんです。5年間で若い男を15人も殺し、その亡骸と共に寝た男。彼はなぜこのような異常性を持つ殺人鬼になってしまったのか。そこには彼の心を縛り続けたあるトラウマがあったんです。自分で作ったオムライスもお店で食べるオムライスも全部美味しいライスケンちゃんです。やみかでーす。俺のや、まあいいか、あげるわ。本日ご紹介するのは亡骸をきれいに洗って一緒に寝たというね、もう意味がわからない男デニス・ニルセンを紹介していきたいと思います。飛んでるわ。意味わかんない常人には到底理解しがたい犯罪者になってしまった背景には、彼の壮絶な幼少期や得意すぎる周りの環境があったんです。凄惨な少年時代。1978年から1983年の間にイギリスのロンドン北部のとある町で15人以上を殺害したデニス・ニルセンという男。殺害されたのは若い男性ばかりで、デニスは自宅に誘い込んで考察したり浴室で水死させたりしたというんです。殺害の理由のほとんどは殺害された男性とずっと一緒にいたかったから。さらに彼は亡骸と添い寝をしていたんです。デニスは自らが手にかけた遺体をバスタブで洗うと衣服を着せ、共にテレビを見て、夜になると隣で寝ていたんです。何それ、不気味すぎない？ちょっと。しかも亡骸にシャンプーまでしてたんですよ。はい、その体に飽きると自宅の物置に放置。その後腐敗が進み、凄まじい異臭がしてきた頃、デニスは亡骸の解体作業を始めたというんです。体を細かく解体し焼却。残った骨はビニール袋に入れて近くの林の中に捨てていたというんです。しかもね、このデニスね、なんとね、鳥の解体の仕事もしてたんで、そのノウハウをね、結構活かしてたって言われてるんですよね。はい。なぜデニスはこれほどまでに異常性を持った猟奇的人間になってしまったのか。それには彼の少年時代の凄惨な経験が深く関係していたんです。遡ること75年前、1945年11月23日、スコットランドのフレザーバラ、この地にデニス・ニルセンは生まれます。彼の父親はアルコール依存症でいつも外で飲み歩いていました。そのため母親はデニスが物心ついた時から実家に戻り別居。兄弟もいないデニスは孤独な日々を送っていたんです。そんな彼の唯一の心の拠り所が祖父の存在。祖父はデニスを溺愛し、デニス自身も優しい祖父を慕っていたんです。そんなデニスを失意のどん底に陥れるある出来事が起こるんです。その事態とは祖父の急死。デニスは6歳でした。デニスは棺桶の中の祖父を見て大きなショックを受けたといいます。祖父が全てだったデニスはその変わり果てた姿に非常に深い悲しみを感じていたんです。そしてこのことが原因でデニスは後に祖父の死により自分の中の感情が死んだと語ったといいます。そしてその翌年、両親は正式に離婚。デニスはますます内気な子供になっていったんです。これは私も同情しちゃうわ。いや、しかもね、祖父のね、死からね2年後ね、デニスにもっと衝撃的なね出来事がね起こるんですよね。ある日デニスが海水浴に出かけた時のこと。彼は海水浴中に海で溺れかけてしまうんです。しかし運よく近くで遊んでいた年上の少年に助けられます。実はこの少年が原因でデニスは異様な思考を持つようになってしまうんです。助けてもらったのはいいんじゃない？これね、ただ助けられただけじゃないんですよ。プラスで〇〇されちゃうんですよ。実はこの少年は同性に対して強い性的関心を持っていました。そのため少年は衝撃的な行動を起こします。デニスが気を失っている間に海水パンツを脱がしたんです。そして少年はデニスにちょめちょめします。目を覚ましたデニスは少年のいたずらの後に気がつき、とてもショックを受けたんです。不幸中の幸い中の不幸みたいな感じね、これね。うまい、ペヤングソース焼きそば。この衝撃体験がきっかけとなったのか、デニスは思春期になっても女子と交際することはなく、男子に強い興味を持つようになっていったんです。大切な祖父の死、そして少年による性被害、同性愛の芽生え、それらが彼の中で複雑に入り組み、残忍な殺人鬼に変貌していったんです。デニスが抱える誰にも話せない同性愛、そして抑え込まれた感情のせいである事件が起こってしまうんです。死体を愛する殺人鬼の誕生。
1961年、16歳になったデニスは軍隊で料理人として働き始めます。しかしこの頃も内気な性格は変わっていませんでした。そのためいつも孤独で寂しさをアルコールで紛らわせる毎日。この頃から彼の異常性が見え始めます。デニスには孤独感を払拭するためのある奇妙な習慣があったんです。それは鏡に映る自分を別の人間だと思い込む妄想。どんな妄想？彼は鏡の中の自分を別の青年だとしてその青年に興奮を覚えるようになっていったんです。だいぶ参っちゃってんじゃないこれ、そうなんだね。鏡で自分の顔が映らない角度でいろんなことを妄想してたらしいんですよ。さらにデニスに同僚の友人ができた頃、デニスはその友人に映画監督になるのが夢だと語り、撮影協力を依頼、遺体の役を演じるように頼んだんです。その撮影した映像を見ては強烈に興奮していったんです。友達ができたのは良かったんだけど、それじゃやっぱり満足できなかったのね、これ。時代背景もあったのかなと思うんですけど、同性愛者ってことを周りにはね言わずに自分の心の中だけで隠してたんですよね。なので言い換えればね、本当の自分をさらけ出せていなかったんです。そして1972年、デニスは軍を除隊。その後民間企業に勤めて面接官の仕事をするように。そしてその直後、仕事を探していた一人の男性をアパートに泊めてあげることにしたんです。そしてここでデニスに決定的とも言える出来事が起こるんです。止めた男性に好意を抱いていたデニス、彼を亡骸に見立てこっそり写真を撮影。しかしここで事態は予想外の展開に。なんと寝ていた男性が途中で目を覚まし、性的暴行をされたと警察沙汰になってしまったんです。しかしデニスは写真を撮る以外は何もしていなかったので逮捕は免れるんです。しかしこの出来事をきっかけにデニスにはとある願望が生まれました。それは寝ている男ではなく本当に死んでいる男が欲しいという感情。寝ている男性に騒動に巻き込まれ嫌になってしまったということもあったんです。この思いから鏡の中の自分に死人のようなメイクをしたり血のりを塗るなどして激しく興奮するようになったんです。そして生まれてしまったこの危うい願望は間もなく現実になっていくんです。自分の中の異常性をね知って、それをなんとか抑え込んでいたデニスなんですが、友人のね裏切りもあってね、もうね抑えが効かなくなっていくんです。なんかもうジョーカーみたいになっちゃうのかしらね、ここからね。そしてね、ついにここでデニスがある一線を越えてしまうんです。クリスマスの夜の1975年、デニスはロンドン北部のメルローズ大通りの庭付きアパートに住居を移していました。この家はとある男性と共同で借りていたんですが、反りが合わなくなり男性は家を出ていくことに。そして一人きりになったデニスは再び孤独感に苦悩し、アルコールを浴びるように飲んでいくんです。人間誰しもそうだけど、孤独にやたら弱くないこの男。いやそうなんです。孤独はね人を変えるっていうのもあると思うんですけど、デニスもねついに一人になってね、もういろんな未来が変わってしまう出来事がどんどん起こるんです。それから1年半が経った1978年12月、クリスマスも近いこの日、デニスはパブで知り合った14歳のアイルランド人スティーブン・ディーン・ホームズをアパートに招きます。2人で酒を飲み、服を脱ぎ捨てベッドで楽しいひとときを過ごしていました。しかし翌朝目覚めたデニスは昨夜楽しい時間を過ごしたはずなのに、なぜか激しい絶望感に襲われるんです。それはスティーブンは起きたら帰ってしまうと考えたから。ずっといてほしい、一人きりでクリスマスを過ごすのは嫌だと。やばい匂いしかしないじゃない。いやそうなんです。そしてこっからねデニスはね驚きの行動に出るんです。激しい絶望感に襲われたデニスは寝ているスティーブの首を締め上げたんです。スティーブンはすぐに目を覚まして激しく抵抗。しかし数分後には気絶。デニスはぐったりとしたスティーブンの顔をバケツの水に入れ溺死させたんです。デニスの一人になりたくないという強い思いがついに一人の少年の命を奪ってしまったんです。しかしデニスの犯行はここでは終わらなかったんです。犯行後亡くなった男の体をじっくりと眺めるデニス。そして何を思ったのか、その体を担ぎバスタブの中に入れ始めます。そしてデニスはなんと汚れていたスティーブンの髪の毛を丁寧にシャンプーし、体もきれいに洗い流し始めたんです。その後デニスは亡骸を傷つけないよう丁寧にタオルで拭き上げます。そしてベッドに横たわらせた遺体を観察したデニスはそれを見てこう思ったというんです。とても美しいと。遺体を見た感想が美しいわ。怖いのよ。しかも何がやばいって、デニスはこのね人を殺した後、コーヒー飲んでタバコって吸ってたんですよ。なんとも思ってないよねこれね。目が覚めて冷静になったのか、亡骸をどこかに隠した方が良いだろうと思い立ち、家の床下に押し込んだんです。デニスはそれから7ヶ月半もの間亡骸を手元に置いていたんです。腐敗が激しくなると庭で火葬、匂いでバレることのないようゴム製の品物も一緒に燃やしました。初めての殺人にもかかわらずデニスは後始末も冷静。この時デニスはもう二度とこんなことはしないと誓ったというんです。嘘くせんだよな。しかし彼はこの後14人もの男たちを殺し続けることになるんです。だろうな。
そしてついにデニスの欲望が爆発してしまうんです。殺しはしないと誓ったはずのデニスなんですが、彼の欲望はここからさらにどんどん溢れてしまうんです。クリスマスの夜の1979年12月3日、デニスはパブで出会ったカナダ人観光客をアパートに招き入れ殺害。その後、1980年5月13日には16歳のホームレスの少年を、彼ら2人も最初の殺害同様に遺体をきれいに洗ってからベッドの上に横たわらせたんです。連れ込んで考察してお風呂に入ってベッドに入る、この恐ろしいルーティンが始まってしまうんです。次に殺害されたのは27歳のビリー・サザーランド、その次には24歳のマルコム・バーロー。彼らは2人ともデニスの好みではなかったんですが、偉そうだなデニス、付きまとわれたため仕方なくアパートに招き入れたんです。この頃からデニスは気に入った相手以外も手にかけるようになっていったんです。ビリーやマルコムといった気に入らない体はすぐに床下へ。このように何人も殺し遺体を処理してきたんですが、しばらくするとデニスにはその処理が煩わしくなっていったんです。そこでデニスは庭や床下のないアパートなら殺しを自制することができるのではないかと考えます。そして1981年、アパートとして貸し出されていた屋根裏部屋の物件に引っ越します。この時点でデニスは12人もの男性を殺害していたんです。殺しをね止めるためにね、欲望を抑えるために一旦引っ越したんですけど、結局ね欲望は抑えきれなくなったデニスはね、ついにある行動がきっかけで警察に目をつけられてしまうんです。引っ越した先でもデニスは顔見知りだった男性をアパートに招き殺害。しかし新しく引っ越した先には今まで亡骸を隠していた床下がないんです。そこで頭を悩ませたデニスはトイレに流すことを思いつきます。しかしこれがデニスが捕まるきっかけとなるんです。1983年1月23日、デニスは20歳のスティーブン・シンクレアを殺害。違法薬物常習者だったスティーブンは自殺願望など心に深い闇を抱えた男。それをいいことにデニスは彼をアパートに招き入れ考察。しかしすでに殺戮マシーンと化し、何の感情もなく殺しを行っていたデニスにとってスティーブンという男は特別な存在だったんです。デニスは自分と同じように心を病んでいるスティーブンに対し、これまで殺害した男の中で最も好意を抱いていたんです。そんなデニスは毎日のように亡骸に話しかけ、最高の幸せを感じていたといいます。しかし腐敗した体をそのままにしておくことはできず、結局スティーブンの遺体もトイレに流し処理したんです。そしてこれがデニスの最後の殺害でした。ついにここでデニスが逮捕されるんです。ある日、デニスの住むアパートで排水管が詰まるというトラブルが発生。その原因が調査されるとすぐに発覚してしまうんです。排水管に詰まっていたのが人間だと。そう、遺体により排水管が詰まってしまったんです。これによりアパートの他の住民から苦情の声が上がることに。これに危機感を抱いたデニスは夜中にマンホールの中から肉片を全て取り除いて空き地に投げ捨て、証拠隠滅を図ります。しかしその光景をアパートの他の住民が目撃。通報を受けて駆けつけた警察官にデニスはこれまでの犯行を自白。若い男性15人を殺したこと、亡骸をもてあそんだこと、バラバラにして処理してきたことを細かく証言。そして1983年2月9日に殺人罪、死体損壊、死体遺棄などの罪で逮捕されるんです。逮捕された時のデニスの部屋には恐ろしいことに処理しきれなかった人間の内臓や骨が袋に入れられていたというんです。もう恐ろしいわ。1983年10月24日にロンドン中央刑事裁判所で始まった裁判で、証拠が揃っていた6つの殺人罪と2つの殺人未遂罪で有罪となり、11月4日に終身刑を宣告されます。そして残りの生涯を刑務所から一歩も外に出ず過ごすことになったんです。さらに2018年5月14日、デニスはイングランド北部にあるヨークシャー東部フルサットンの刑務所で死亡。もしデニスがデニスを海で助けた少年が自分を抑圧する必要がない社会だったら、彼のような孤独な殺人鬼を生み出すことはなかったかもしれません。実はですね、殺人未遂に終わったこともあって、その中にはなんと日本人の小沢利光さんというね方もねいたらしくてですね、失敗して本当に良かったんですけど、僕たち日本人にもね関係のある話でもあるんですよね。海外に行ったらもちろんいるわよ、こういう人。もしかしたらいないよ、そうそういないよ。いないけどいる可能性はあるわよ。ね、日本より危ないんでね、皆さんもね海外旅行行く際はねぜひお気をつけください。